皆さんこんにちは、ミクです。先週投稿したフィンランド Vlog いかがでしたでしょうか。今週は皆さんにその旅で購入してきたものをご紹介したいと思います。もうフィンランドは私の欲しいものがたくさんある国だってもうあらかじめ分かっていたので、お金を貯めておいて今回の旅でたくさん欲しいものを購入してきました。購入してきたものすべてを今回の動画でご紹介したいと思います。フィンランドでしか買えないものもいくつかあるんですけれども、イッタラとかマリメッコとかは一部日本でも買える商品があるので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではご紹介していきます。ちょっと商品がね見えやすい画角に変えさせていただきました。何から紹介しようかな。こっちの奥にいっぱい購入してきたものがあるんですけど、まずは、多分一番買ってきたマリメッコの商品から、ご紹介したいと思います。まずは1日目に行ったマリメッコ本社にあるヘルットニエミアウトレットで購入したものをご紹介したいと思います。まずはこちらです。これがミトンですね。これがですね真ん中に折り目がついてるので、鍋とかの取っ手とかをこういう風に掴んで使うこともできるし、ダイニングテーブルにお鍋を持ってくる時とかに鍋敷きとしても使えるものです。これは、10ユーロになっていてすごく安くなっていたので、2つ購入しました。でもう一つはこちら。これは、歯切れですね。マリメッコのファブリックのコーナーのところにこの歯切れがいっぱい入れてある箱があったんですけど、これが1キロ25ユーロで販売されてて面白いねっていうことで買ってきたものです。こういう感じで布の歯切れですねがいろんな柄売ってて、意外とね一つが大きいんですよね。これとか多分このまま半分に折って縫ったらクッションカバーになりそうなぐらいの大きさ、それぐらいの大きさの布が売ってて、彼とねなんか作ろうって裁縫しようっていう風に話して好きな柄を購入してきました。これも可愛いオレンジにブルーの、これはちょっと渋めのカラーでちょっと染め方が素敵だねって言って買ってきたんですけど、あとこちら、これはねちょっと薄手の生地なんですけど、黒のちょっとねモダンな感じのおしゃれなデザイン、このね布4枚購入しました。これは全部で1キロいかないぐらい、700グラムぐらいだったので25ユーロまでいかなかったんですけど、ハンドメイドとかね趣味でされてる方とかはすごくここのね歯切れのコーナーで布買って帰ったらいろんなもの作れたりして楽しいんじゃないかなと思います。作らなくても布がこういう長方形みたいな感じで細長い感じの長さなので、棚の上とかに引いたりとか、あとは額装して壁に飾っても可愛いんじゃないかなって思います。そんな感じでヘルットニエミアウトレットではこちらのミトンと布を購入しました。あとこちらですね。これも、マリメッコ本社で購入しました。マリメッコの本社にはアウトレットがあるエリアと、あとは新作が売ってるエリアがあるんですけど、その新作が売ってるプライム店で見つけて購入したワンピースです。これが素材がですねキュプラというもので、そのキュプラ 100% のワンピースなんですけど、このワンピースのこの肌触りがねもうすごく滑らかで、あとちょっと光沢感もあって、このユニッコ柄の大柄なんですけど、色がね紺とダスティーピンクみたいな感じでトーンも抑えめなので柄物のワンピースなんですけど、このキュプラの素材と相まって大人っぽく着れるワンピースです。はい、これすごくお気に入りです。本当ね形もすごく綺麗でスタイルもねすごくよく見えます。買ってよかったワンピースです。次はこちら。こちら、ビヨンドレトロというヴィンテージショップで購入したお洋服を紹介します。このビヨンドレトロのヴィンテージショップはヘルシンキの中央駅近くにあるフォーラムというショッピングセンターの中に入ってるんですけど、そこのヴィンテージショップとマリメッコが期間限定でコラボレーションしていて、1960年代から90年代までのマリメッコのヴィンテージが販売されていました。そこで気に入ったワンピースがあったので購入してきました。それがこちらです。
こちらもねワンピースです。ストライプのワンピース。これはフィンランド Vlog では3日目のムーミンワールドに行った時に着ていたワンピースです。前開きボタンのワンピースなんですけど、これがコットン 100% で生地がね結構しっかりしてるし着心地も良くて、これサイズが XS なんですけど、ちょっとこういう風に腕の周りが太く作られていたりとか、こうオーバーサイズというか大きめに作られているワンピースなんですが、この布ベルトがついていて、この布ベルトでウエストマークすることによって、ちょっとスタイルアップできる。これはもうね普段使いとして使いやすい色と柄が良くて購入しました。全体的に淡いカラーなので派手すぎないところと、膝下ぐらいの長めの丈で全体のバランスを取りやすいっていうところも気に入ったし、あとはやっぱヴィンテージっていうところのこのレア感に惹かれて購入しました。こちらもすごく気に入っています。そのままお洋服続けていっちゃおうと思います。今回の旅ではねたくさんお洋服を買ってきました。こちらニットベストです。これネイビーのニットベストなんですけど、こういう風にちょっと若干トーンを変えてウニッコ柄が実はこっそり入ってるっていう、このさりげなさがすごく気に入って購入しました。で中に、これは T シャツを着たりとか、あとはシャツを着たりとか、そういう風にレイヤードして着ようと思ってるニットベストです。あとはこちらを購入しました。これなんだろう、ちょっとちりめんっぽい感じの、素材なんですけど、これもね着ていてすごく着心地が良くて、ちょっとマリメッコっぽい感じの柄だけどモノトーンになってるので、あんまり柄がね主張しすぎずおしゃれに着れる感じ。そしてこの下の方が切り返しになってて、ここから下がフレアになってるので、コーディネートした時全体のバランスが取りやすいトップスです。これに黒のボトムスを合わせて黒いバッグとか持ってモノトーンに仕上げたらかっこいいなと思って購入しました。マリメッコはもう夏はお洋服が大優勝でした。もっと欲しいものがいっぱいあったんですけど、この4着で我慢しました。まだねちょっとマリメッコの商品あるんですけど、次はこちら、もうすでに使っていてベストバイの動画でもご紹介した商品なんですが、撥水加工されたファブリックです。でこれがですねすごく使いやすくて本当に皆さんにおすすめしたいんですけど、マリメッコの店舗に行ったら布をメーター単位で購入することができるんですけど、その布の中に一部この表面が撥水加工された布があるんですよ。それを買ってテーブルクロスにするとすっごく便利っていうのに、今回の旅で気づきました。ヘルシンキで市場とか歩いてると屋台のテーブルにマリメッコの布が敷いてあったんですよ。でそれをよく見たら撥水加工されてるっていうことに私たち気づいて、今回ね私たちのテーブルの大きさに合わせて購入してきたんですけども、これが大正解で水滴とかねついちゃってもさっと払うことができるし、今回ねこの黒を購入したんですけど、部屋の印象がぐっと引き締まるというか、インテリアとしても大活躍してくれるアイテムです。次はこちらです。これは座椅子用クッションみたいな感じです。これをですね2つ購入してきました。彼が欲しくて購入したものなんですけど、なんでこれを買ったかっていうと、このね今私が座ってるこのチェスカチェアに座る時ちょっとお尻がね痛くなるんですよ、ずっと座ってると。なのでこのチェスカチェアにこれをね引いて座ったらちょうどいいんじゃないかっていうことで、これもね、セールになってて47ユーロの 40% オフになっていたので、うちには2脚チェスカチェアがあるので2つ購入してきました。で次こちらです。ベッドカバーも購入してきました。あちらに見えると思うんですけど、水色のねベッドカバー結構2人とも気に入ってて、私たちの部屋に花を添えてくれるアイテムの一つだったので、秋冬用としてちょっとダークトーンのベッドカバーを購入してきました。こういう感じ、このぐらいのね黒すぎないくすんだ感じのカラーだったら部屋の雰囲気が暗くなりすぎないかなと思って、こちらのベッドカバー購入しました。広げたらこんな感じになります。でこれはサイズは、クイーンサイズに適用するサイズです。 210×210 かな。で次マリメッコでこれが最後ですね。はい、じゃん、ウニッコ柄の赤のトートバッグを購入しました。これもねセールになっていました。次はムーミンワールドやムーミンショップで購入したものを紹介します。まずはムーミンワールドから。まずこちら
小さなエコバッグを3種類全部の種類購入してきました。これぐらいのね、もう2回りぐらい大きいエコバッグもあったんですけど、小さい方はこの取っ手と袋の部分の色がね違うんですよ。そこがすごく可愛くて、この小さい方を購入してきました。特に気に入ってるのはこのモランで、これ1つが2ユーロぐらいだったかなと思うんですけど、これはばらまきのお土産として購入してきたものです。あとはこちらスニフのカチューシャです。これムーミンワールドで作ってたんですけど、ムーミンワールドって刺繍されてるところも可愛いです。あとはこちら、これはムーミンワールド限定のぬいぐるみです。こちらにムーミンワールドっていうロゴが入ってて、せっかくムーミンワールドに行ったので限定のこのぬいぐるみは買って帰んないとなと思ってどこかに飾りたいと思います。あとは彼が会見の時に滑り込ましてきたソフビのマスコット人形、これ結構ね一つ一つよく作り込まれてて可愛いです。あとはムーミンワールド限定の4色ボールペン、これを2本と、あとはムーミンワールドに流れていて、この歌家でも流したいよねっていうことで購入してきたムーミンの CD です。このスニフのムーミンワールドって書かれているマグネットも購入しました。でムーミンワールドで購入したものは以上で、あとはムーミンショップで購入したものはまずこちら、ブルーベリーマフィン風味の紅茶です。前回冬にフィンランドに行った時もこのブランドの紅茶を買って帰ったんですけど、それがすごく美味しかったんですよ。なのでこのブルーベリーマフィン風味も美味しいんじゃないかなと思って買ってきました。であとは、これココアパウダーですね。これはもうパケの可愛さに惹かれて購入しました。これねちゃんとチャックもついてるんですよ。結構便利な商品です。あとはこちら、ムーミンショップで購入したムーミンのマグネットで、これでムーミン関連は全部で、あとはイッタラとアラビアのフラッグシップストアで購入してきたものをご紹介します。イッタラとアラビアのフラッグシップストアすごいセールしてて、特にイッタラがすごいセールしてたので、うちのねキッチンの食器をちょっと総入れ替えしようっていう話になって、たくさん購入してきました。イッタラで購入してきた食器たちはこんな感じなんですけど、まずはこちらカステヘルミのプレート、これが17センチのクリアです。2枚購入してきました。これはもうセールになっててすごく安くなってたお皿です。同じカステヘルミでこのミニボールも購入しました。こちらも2つ。これねすごく使いやすくて買ってよかったなって思っています。フルーツを入れたりとか、ヨーグルトね入れたりとか、あとは例えばそうめんのつゆを入れる入れ物とか、そういうのに使うとねすごく涼しげですごくおしゃれなんですよね。このカステヘルミはフィンランド語で梅雨の雫という意味だそうです。なのでこのちょっとねそれを表したかのようなデザイン、夏の時期の料理とかこの食器を使うとテーブルがねすごく涼しげで華やかな印象になります。であとはこちらのちょっと深さのある小さめの小皿も2つ購入しました。私たち大体これには醤油を入れてね何かつける時とかそういう風に使っています。これも結構ね使用頻度の高い食器です。あとはアイノアールトシリーズでちょっと深さのあるボウルとハイボールペアグラスを購入しました。これもねすごく使いやすくって、ちょっとおかずを入れたりとかビビン麺みたいなああいう麺を入れるお皿に使ったりしています。そういう感じでイッタラのフラッグシップストアではすごくねセールをしていたので、もっとね食器を買って帰りたかったんですけど、ちょっとね日本に持って帰ることも考えて普段使いしやすいものをいくつか購入してきました。少しずつイッタラのね食器を集めていって、家の食器はほとんどイッタラにしたいなと思っています。であとは、こちら、これがアラビアで購入したものなんですけど、じゃん、この前のねフィンランド Vlog 見てくださったらわかると思うんですけど、スニフへの思い入れがちょっと強くなってしまって、このムーミンマグ1個も持ってなかったので初めて自分用にこのムーミンマグ購入したんですけど、買うならスニフでしょうと思ってスニフのムーミンマグにしました。グリーンとこのスニフのね色合いもすごく私の好みだし、この裏のね柄もすごく可愛いです。でそしてこのマグを購入したらアラビアとムーミンがコラボしたトートバッグをいただきました。これめっちゃ嬉しい。はい、次はヴィンテージショップで購入したものを紹介したいと思います。ヘルシンキで私が好きなヴィンテージショップモモノで購入したものです。
桃のはすごく改装されていて、前回行った時よりも今回はヴィンテージのエリアがすごく少なくなっていたんですけど、その分フィンランドの作家さんのアイテムが増えていて、それがねすごく素敵だったので、その作家さんの商品を購入してきました。はい、それがこちらです。お茶碗ぐらいの大きさのボールを2つ購入してきました。これねすごく素敵で、ちょっと味があって、ここのねデザインとかもちょっと素敵だねっていう話になって、これをご飯茶碗にしようっていうことで2つ購入してきました。結構軽くて使いやすそうなので、これから私たちはねこれでご飯を食べたいと思います。なんかこういう風にねフィンランドの作家さんの商品に触れることができるのもこの桃のの好きなところでもあります。でその他にはキャンドルを買ってきました。シナモンブルーベリーの香りのキャンドルです。これがキャンドル缶なので、こうやってね開けると缶詰みたいになってて、このねキャンドルの表面がちょっとブルーベリーみたいに形作られてるんですよ。それがちょっと可愛くていい香りだったので、これをね購入してみました。で次、アスティアリーサというヴィンテージショップで購入した商品です。これはね最終日に寄ったヴィンテージショップなんですけど、そこでちょっと一目惚れしてしまったカップ&ソーサーをご紹介します。はい、こちらです。すごく素敵じゃないですか。これが1960年代のアラビアのカップ&ソーサーだそうです。裏面はこんな風になってて、店内入って商品見てる時にもう目に留まってしまったというか、ちょっと出会ってしまったっていう感じのカップ&ソーサーだったので、もうこれは買って帰るしかないと思って購入しました。この受け皿もねすごく重厚感があって、この配色ももう私の好みだし、すごく渋くてかっこいいカップ&ソーサーです。大事に使いたいと思います。はい、こういう出会いがあるからヴィンテージショップもあるのってちょっとやめられないというか、フィンランドに行ったらいろんなねこういうヴィンテージショップに行って心惹かれるものに出会って家に持って帰って、これを家で使うたびにその時の旅の思い出を思い出すみたいな、そういうことがねできるのがこういうねものに出会うことの良さなんじゃないかなって思います。このカップ&ソーサーを購入したアスティアリーサは品揃えも豊富だし、セレクトもすごく良くて、これからねフィンランドに行こうと思ってる方ぜひおすすめです。フィンランドにはね今は行けないよっていう方もここのヴィンテージショップはインスタグラムやってて、見てみると全部日本語で書いてあるんですよ。このネットオンラインショップに飛んでも全部日本語で書いてあるから、日本からもねお店の商品を購入することができるので、ヴィンテージの食器をね購入したいなっていう方にはぜひおすすめのショップです。あとは細々としたものですね。まずは恒例のフィンランドのマグネット、こちらお土産屋さんで購入しました。特にお気に入りなのはこちらのフィンランドの動物たちがカヌーに乗ってるこのマグネットがすごく可愛くて気に入っています。あとはクルリゾートというリゾートに行った時に売店で購入したものですね。クルリゾートのお部屋のお風呂にあったボディーソープとかシャンプーがすごくいい香りだったので、ヘア&ボディーソープを一つ購入しました。フィンランドのベリーの香りですね。フィンランドでこういうねスキンケア系のベリーの香りって全部いい香りなんですよね。あとはクルリゾートでお魚釣った後に興奮した勢いのまま購入したお魚と、これはボタンかなの陶器のマグネット。今回ちょっとマグネットを買いすぎましたね。冷蔵庫が埋まってしまう。はい、あとはファッツェルで購入したここはチョコドリンク。このチョコドリンクはね彼の大好物なんですけど、これすごく美味しいんですよ。なのでお家用に買ってきました。おすすめです。であとはパッケージが可愛かったのでムーミンの板チョコを購入してきました。ミルクチョコレートです。あとは S マーケットっていう、スーパーみたいなところで購入したものです。これがハンドソープですね。ブルーベリーの香りがするハンドソープだそうで、これがねすごくいい香りですよってフォロワーさんに教えてもらったので試しに買ってみました。あとは子供用の多分これは歯磨き粉かな、パケが可愛かったので買っちゃいました。あとこちら、これがバルサムスプレーっていうんですけど、これもね多分子供用で、髪の毛溶かす時にシュッシュッシュッってスプレーして、この髪の毛溶かすと静電気があんまり立たなくて髪の毛溶かしやすくなるっていうスプレーだと思うんですけど、
こういうバルサムスプレー子供の頃よく使ってて、なんか懐かしいなって思ったのと、これもねベリーの香りなんですけど、この香りもね甘い香りですごくいい香りなので買ってみて、もうすでに使ってます。結構いい感じです。はい、そんな感じでフィンランドでの購入品紹介は以上です。今回はもう本当にたくさんお買い物したんですけれども、冒頭でも話しましたが、マリメッコやイッタラの商品は一部日本でも購入することができますので、何か皆さんの参考になるものがあったら、嬉しいなと思っています。前回投稿したフィンランド Vlog も公開してからすぐに本当にたくさんの方にご覧いただき、そしてたくさんの温かいコメントもいただきまして本当にありがとうございます。また旅に出たらその旅で得たものだったりとか、そこで見た景色、美味しかったものとかお店の情報など皆さんに事細かにシェアできる、そんな動画をこれからも作っていきたいなと思っています。本当にいつもご覧いただきましてありがとうございます。来週の金曜日は、事情により投稿をお休みさせていただきたいと思っています。毎週金曜日の投稿を楽しみにしてくださっている方には大変申し訳ないんですけれども、ぜひこのお休みの期間中に、前回投稿したフィンランド Vlog をご覧いただけると嬉しいです。はい、ではまた8月にお会いしましょう。ミックでした。Like a weather is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear. But words out of the highest mouth, our love never quiets down. Been itching to turn up the dial, but I'm scared to hear the sound. I'm scared to hear the sound. I'm scared to hear. Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear.